その華奢な体で抱えるには大きな本をぎゅっと抱きしめ、しんしんと降り積もる雪道を歩く姿は、黒魔女ディアベルスターの幼き日の姿。記憶の奥底に鍵をかけた、いつかの白き面影。掟を破り、森に踏み入れた先で待ち受ける運命は、禁断の果実がもたらすのは、幸いか、災いか。黒ずきんの目次へようこそ。僕の書家に並べるにふさわしい新テーマ、白き森が診断インフィニティ・フォービテンにて登場です。童話のようだけど、どこかおどろおどろしい、そんな白き森の世界を今回は覗いてみましょう。久しぶりの展開テーマということもあり、やや戸惑い気味なので、これから白き森を触るよっていうみんなと一緒に勉強できたらと思います。目次です。尺の都合上、上下巻にてお送りします。その分、白き森を覚えるにあたって必要な基礎知識はもちろん、実用的な展開、構築をしっかりと網羅した充実した内容に仕上がっていると思います。タイムテーブルは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章、白き森とは。白き森は幼少期の黒魔女ディアベルスターを描いたテーマです。現在のディアベルゼからは大の仲良しだったリゼットの面影はもはや見当たりません。白き森で一体何があったのでしょうか。それではカードの情報を見ていきましょう。モンスターのほとんどは光属性魔法使い族で統一されていて、メインモンスターはレベル2ヒチューナーの白き森のアステーリャと白き森のリゼット、星4チューナーの白き森のシルビーと白き森のルシアの計4枚が存在します。ざっくりと言えば、レベル2のヒチューナーとレベル4のチューナーとで、レベル6やレベル8のテーマ内シンクロ、またはフルールドバロネスやカオスアンヘル、混沌の総翼などの汎用重シンクロの召喚を狙うテーマです。テーマ全体の特徴としては、手札、場の魔法罠をコストに展開をしていきます。スネークアイなどを想像すると分かりやすいかもしれません。そして白き魔法罠には、モンスター効果を発動するためのコストになった時、墓地から再セットする効果が備わっています。これのおかげで息切れを起こすことなく展開していくことができるのです。魔法罠のコストを要求するその性質上、基本的には2枚書道のデッキであり、手札の組み合わせが非常に重要です。そのため、初動となるカードはもちろん、そのコストとなる魔法罠を中心にデッキを固め、ノイズやギミックなどは最小限に留めたいところです。第2章メインデッキの紹介。初動となるカードから優先して展開に関わる5枚をここでは紹介します。1、白き森のアステーリャ。幼少期の黒魔女ディアベルスター。白き森モンスターの中でも特にボードアドバンテージを稼いでくれる一番強い初動かつ展開の要です。効果は2つ。丸1効果で手札場の魔法罠をコストに光属性チューナーをリクルート。丸2効果で白き森では簡単な条件で自己蘇生できます。1のリクルート効果は光属性のチューナーであれば白き森でなくてもいいため、白の聖女エクレシアや導きの聖女クエム、センチュリオンプリメラなどを採用した派生系の構築も散見します。白き森モンスターの4体のうち半数は手札から能動的に SS できるため、準構築での主なリクルート先は次に紹介する白き森のシルビーとなります。2、白き森のシルビー。財宝となってしまった裏切りの財宝シルビアの元の姿。アステーリャと対となる白き森のリゼットから紹介したかったのですが、展開の流れ的にこの子を持ってきました。効果は2つ。丸1効果で白き森魔法罠をサーチ。丸2効果で同じく白き森では簡単な条件で自己蘇生できます。アステーリャと召喚権で喧嘩してしまいますが、彼女を展開に絡めないと展開力が著しく低下するため、
なるべくはアステーリアの効果で SS したいです。とはいえお話の通り初動の組み合わせが大事なのと、決して初動が多いテーマではないので、おおむね複数積みが板です。この子とアステーリアでレベル6をシンクロ召喚していくことになるのですが、その前にこの子のサーチ先を紹介します。3. 白き森の言い伝え。白き森魔法罠はそのいずれもがひらがな表記で、童話のような雰囲気とは裏腹にどこか不気味さを覚えます。固有効果はウィンドウィッチの鈴音のような効果で、場に魔法使い族もしくは幻想魔族がいれば白き森モンスターをサーチできます。白き森魔法罠の中では唯一展開に寄与する効果で、もちろんコストになった際は再セットされるため3積みしたいところですが、条件が条件なのでこの手のカードは考えなしにたくさん積んでいいカードとも言い難いです。詳しくは第6章の構築の紹介でお話しします。4. 白き森のリゼット。まだ幻想魔族となっていない幼少期の現在のディアベルゼ。財宝のささやきでは知恵のリンゴを手にするリゼットが描かれており、これが原因でディアベルゼになったものと思われます。大事な効果は丸1で、手札場の魔法罠をコストに自身を SS し、白き森モンスターをサーチできます。言い伝えから持ってくることで手札から展開したり、この子が初動の場合はアステーリアをサーチし、彼女に召喚権を割くことで展開していきます。丸2効果は相手ターン限定の自己サルベージ効果であり、他3体とは異なり、唯一自己蘇生効果を持たないため、キチューナの出力にはアステーリアを絡めることがやはり必須となります。5. 白き森のルシア。財宝となってしまった死の財宝ルシエラの元の姿。ワンドローできるかもしれないサイレントアングラーです。コストに余裕があれば。シルビー同様の条件で自己蘇生できますが、これまでのカードとは異なり、初動となれるカードではないため、多くても2枚採用です。以上がメインデッキの主なカードです。わかりやすいよう展開に沿って紹介しているため、一部カードを省略しています。第3章エクストラモンスターの紹介。続いてエクストラモンスターの紹介に移ります。レベル6チューナーが2体、レベル8非チューナーが1体です。1. 白き森の魔性ルシエラ。白き森のルシアが進化した姿。丸1効果で着地時に手札場の魔法罠をコストに、白き森カードもしくは光属性魔法使い族を何でもサーチできます。基本的には相手ターンに妨害を構えられる白き森の災いなりを用意することになりますが、手札コストなどに余裕がある場合はエフェクトベーラーをサーチして妨害を増やすことができます。条件は光属性魔法使い族なので、ドラグマの聖女エクレシアやフェアリーテイルかぐやなどアクセス幅はアステーリアよりも広いです。2. 白き森のヨーマディアベル。白き森に入るべからず、白き森の災いなりというカードから推測するに、白き森に災いをもたらした元凶なのでしょうか。設定画によると、黒魔女ディアベルスターと現在のディアベルゼにはそれぞれ財宝カラーが存在しており、黒魔女ディアベルスターの黄緑色、現在のディアベルゼの紫色を基調としていることから、彼女らの財宝の力は白き森のヨーマディアベルによるものと思われます。白き森唯一の幻想魔族であり、バロネスと並ぶこのデッキの着地点でもあります。効果は2つとも強力。丸1効果でトロイメアグリフォンのように、着地時に墓地の魔法罠を何でもセットできます。相手ターンに妨害できる白き森の災いなりをコストに展開しなければいけない状況であっても、これで解決。丸2効果は手札場の魔法罠をコストに発動できる、自身を除外する必要のないクリストロンハリファイバーといったところでしょう。主な着地先はレベル10シンクロを目指すフォーミュラシンクロンとレベル12の赤き竜を目指すクリストロンクオンダムの2体。レベル10汎用シンクロは
万能無効効果持ちのバロネスをはじめとし、1除去しつつ自分のモンスター全体に強力な耐性を付与できるカオスアンヘル混沌の総翼、ハイフレームロードオメガとのハンデスが強力なビーステッドディスパテル、2枚除去及び破壊時に後続を残せるサテライトウォリアなど層が厚いです。赤き竜を出した場合はフェイバースタードラゴンを出すことになるでしょう。場持ちは悪いですが、万能無効プラス全体除去と他レベル10シンクロと比較しても破格の性能を誇っています。3、白き森の災いなり。罠カードですが、最終盤面にてヨーマディアベルの横に構えるカードですので紹介します。丸1効果で白き森モンスターをリクルートしつつ、白き森シンクロモンスターの相手ターンシンクロができます。アステーリアをはじめとした白き森モンスターの4分の3には自己蘇生効果がありますので、もう片方のシンクロ素材に困ることはありません。4、白き森のマローシルビア。白き森のシルビーが進化した姿。災いなりからシンクロ召喚することになるモンスターです。相手ターンにシンクロ召喚することで、まさかの魔法戦記ダルマカルマができます。これにはゴーストリックも涙目。万能無効のバロネスと、そしてフリチ除去のマローシルビアを並べられるのも白き森のいいところ。丸2の全体の攻撃力500パンプもありがたいです。以上が白き森カードの紹介です。実際の展開を見てカード同士のつながりを見ていきましょう。第4章展開の紹介。この章では3つの展開を紹介します。まずはアステーリアプラス魔法罠コスト。今回は言い伝えの展開です。多くのケースでどのみちすべての白き森魔法罠に触ることになるため、言い伝え以外のカードでも特に変わりはありません。先行でのサーチ先の優先順としては、言い伝え、災いなり、入るべからずです。アステーリアを NS。アステーリアの効果で魔法罠をコストにシルビーをリクルート。シルビーの効果チェーン1、墓地の言い伝えの効果チェーン2で言い伝えを墓地からセットして入るべからずをサーチ。言い伝えの効果でリゼットをサーチ。どの展開でも言えることですが、言い伝えを発動する際は、先にコストに送って墓地から回収してから効果を使用してください。こうすることで魔法罠コストが1枚分増えます。アステーリアとシルビーで魔性ルシエラをシンクロ召喚。魔性ルシエラのシンクロ召喚時効果で災いなりをコストに入るべからずをサーチ。ここで魔法罠のコストに余裕がある場合はベーラーをサーチしましょう。墓地のアステーリアの効果チェーン1、墓地の災いなりの効果チェーン2で災いなりを墓地からセットしてアステーリアを蘇生。アステーリアと魔性ルシエラでヨーマディアベルをシンクロ召喚。ヨーマディアベルのシンクロ召喚時効果で墓地の言い伝えを回収。リゼットの効果で言い伝えをコストに手札から SSC ルシアをサーチ。ルシア効果で手札から SS。ルシア効果で入るべからずをコストにワンドロー。ヨーマディアベルのハリファイバー効果にもコストが必要となるため、この効果で魔法罠コストがなくなるようなら使わないように。墓地の入るべからずの効果で入るべからずを墓地からセット。リゼットとルシアでスターダストチャージウォリアをシンクロ召喚。スターダストチャージウォリアのシンクロ召喚時効果でワンドロー。墓地のシルビー・オアルシアの効果で墓地の魔性ルシエラを戻してシルビー・オアルシアを蘇生。スターダストチャージウォリアとシルビーでバロネスをシンクロ召喚。最終盤面はヨーマディアベル、バロネス、災いなりの3妨害で2ドローのおまけ付き。相手にターンを渡します。相手の効果にチェーンして入るべからずをコストにヨーマディアベルの効果を発動。ここで先ほどお話ししたフォーミュラシンクロンとクリストロンクオンダムのどちらを出すかの択になります。今回はセイバースタードラゴンの制圧力の高さに着目してクオンダムを採用しました。墓地のアステーリアの効果チェーン1、墓地の入るべからずの効果チェーン2で、入るべからずを墓地からセットしてアステーリアを蘇生。クオンダム効果でヨーマディアベルとクオンダムで赤き竜をシンクロ召喚。赤き竜効果でバロネスを対象に
セイバースタードラゴンをシンクロ召喚。これで万能無効妨害が2つ構えられました。ブリッジ除去をしたい場合は、災いなりでシルビー・オア・ルシアをリクルートし、アステーリアとシンクロすることでマローシルイアを着地させます。相手ターンに白き森を SS した場合、墓地のリゼットを回収できるので忘れないように。赤き竜の着地時ですが、シンクロランブルというチューナーを蘇生する魔法をサーチすることができます。ややノイズになりやすいカードなので採用は慎重にいきたいところですが、他の展開においても重要だと判断したため、以降はシンクロランブルを採用した展開を紹介していきます。続いてシンクロランブルを採用した場合でのアステーリアプラス魔法罠コストの展開です。大体の流れは先ほどの展開と同じなので、分岐まで解説は省略します。今回は最終盤面にヨーマディアベルが残らない都合、魔法罠コストがあまり必要ないため、魔性ルシエラの効果でベーラーをサーチします。ここから分岐です。墓地のシルビーの効果で墓地の魔性ルシエラを戻してシルビーを蘇生。ヨーマディアベルとシルビーで赤き竜をシンクロ召喚。赤き竜の着地時効果でシンクロランブルをサーチ。墓地のルシア効果で墓地のヨーマディアベルを戻して蘇生。スターダストチャージウォリアーとシルビーでバロネスをシンクロ召喚。シンクロランブルの効果でルシアを蘇生。ここでレベル4チューナーを蘇生しておかないと、墓地の白き森シンクロモンスターがもういない都合、相手ターンに彼らを蘇生することができず、災いなりでシルイアを出せなくなってしまいます。最終盤面は赤き竜、バロネス、災いなり、ベーラーの4妨害でワンドローのおまけ付き。セイバースタードラゴンはエンドフェーズにデッキに戻ってしまうため、相手ターンに出しましょう。最後にシルビープラス魔法罠コストの展開です。次の章でお話しするトイと引きかぶれていれば強いのですが、そうでない場合は非チューナーをリゼットしか供給できず、大幅に展開力がダウンしてしまいます。リゼット初動については彼女の効果でアステーリアをサーチして、アステーリアを NS した後はほぼ同じ動きになるので省略します。シルビーを NS、シルビーの効果でハイルベカラズをサーチ、言い伝えの効果でリゼットをサーチ、リゼットの効果でハイルベカラズをコストに SS し、ルシアをサーチ、墓地のハイルベカラズの効果でハイルベカラズを墓地からセット、リゼットとシルビーで魔性ルシエラをシンクロ召喚、魔性ルシエラの効果でハイルベカラズをコストに災いなりをサーチ、ルシアの効果で SS、ルシアの効果で災いなりをコストにワンドロー、魔性ルシエラとルシアでマスカレーナをリンク召喚、墓地のシルビー・オア・ルシアの効果で墓地の魔性ルシエラを戻してシルビー・オア・ルシアを蘇生。最終盤面はマスカレーナ・災いなりの計3妨害。以上が白き森の基本情報と展開です。第1章でもお話ししたように2枚書道である都合手札要求値が高く、複数回分のコストとなれる白き森魔法罠も展開に寄与するのは言い伝えのみのため、準構築で組んだ場合に事故り散らすのは明白です。次回はそんなお悩みを解消する問いの出張とその構築についてお話できたらと思います。